やっと放課後か。なんでだろう。今日はやけに一日が長く感じたな。もしかしたらこの後草薙さんと歌の練習するからかも。久しぶりだから楽しみだな。バレンタイン。そっか、もうそんな時期なんだ。私もミクやみんなに送りたいけど、何がいいんだろう。そういえばショッピングモールでバレンタインフェアとかやってた気がするし、そこで何か買ってみようかな。気持ちを込められるか。確かに売ってるものを渡すだけより自分で一から作った方が日頃の感謝を伝えられるような気はするけど、でもどうしようかな。私お菓子作りなんてあんまりできないし。ってぼーっとしてちゃダメだ。早く草薙さんとの待ち合わせ場所に行かなくちゃ。どうだったかな。すごく良かったよ。渋フェスの時も思ったけど、星野さんどんどん上手くなってると思う。前から凛としてて綺麗な声だなって思ってたけど、今はもっと磨きがかかってるような。きっと自分の歌を信じられるようになってきてるんだね。ごめん、なんか偉そうなこと言って。全然。むしろそう言ってもらえてすごく嬉しいよ。歌の変化って自分じゃあんまりわからないから、草薙さんにそう言ってもらえると成長できてるんだなってすごく実感できるんだ。だからありがとう草薙さん。そっか。けどお礼を言うなら私も同じだよ。私も星野さんとの練習ですごくいい刺激をもらってるから。そうなの？星野さんと練習すると普段の練習じゃ気づけないことにも気づけるっていうか、こうやってワンダーステージ以外でも誰かと歌の練習ができる機会があるのは私にとっても本当に嬉しいことなんだ。そっか、それならよかったな。それじゃあ次は一緒に歌ってみる？でもその前に飲み物買ってきていいかな。歌ったらちょっと喉乾いちゃって。私も飲みたいかも。すぐそこにコンビニあったし、一緒に買いに行こっか。とりあえず飲み物は変えてよかったけど。お店の中なんだかバレンタインの商品がいっぱいあったね。レジの前とかチョコだらけだったよね。やっぱりもうすぐだからかな。そういえばちょうど今日学校でもバレンタインの話してる子たちがいたんだ。私もその話を聞いてバレンタインどうしようかなって考えてたんだけど、結局まだ決められてないんだよね。星野さんも誰かに渡す予定あるんだ。同じバンドの仲間にね。でも私お菓子作りとかそんなに得意じゃないから市販のを買おうかなって最初は思ってたんだけど、でもその子たちが
手作りの方が気持ちが伝わるよねっていう話をしてて、やっぱり私も何か作った方がいいのかなって。そうだったんだ。それなら私と同じかも。草薙さんも？うん。私も最初は買ったものをあげればいいかなって思ってたんだけど、でも昨日ショーの練習の後、バレンタインの話になって。バレンタインってすっごくワンダフルなイベントだよね。私すっごいお菓子作ってくるからみんな楽しみにしてて。まだ何にも考えてないけど、でもすっごいの作るからって M が言うもんだから、何か作らないといけない気がしちゃって。大鳥さんらしいね。でも私もお菓子作りはそこまで得意じゃないから、本当どうしようかなって思ってたんだ。何かいい方法があればいいんだけどね。それならいっそお菓子じゃないものにするのはどうかな。お菓子じゃないもの？うん。手作りのアクセサリーとか小物とか、食べ物じゃなくても気持ちを伝えることはできるんじゃないかなって。確かにその発想はなかったな。それにお菓子に限定しなくていいって考えたら、送れるものの幅も広がるしいいかも。うん、そうだよね。そうだ、草薙さん、もしよかったら一緒にやってみない？一緒に？うん、ほら2人で試行錯誤しながら作れたら楽しいかなって。もちろん草薙さんが良ければだけど。いいよ。私も星野さんと一緒に何か作ってみたいな。よかった。でも何がいいかな。私たちでも作れそうなのってヘアアクセサリーとか。いいかも。だけどサキやホナミは喜んでくれそうだけど、志保はあんまりそういうのつけないだろうな。そっか。確かにみんなが喜んでくれるものがいいよね。それでいてちゃんと心を込めて作れそうなもの。ダメだな、全然思いつかない。こういうのホナミだったら詳しいんだけどな。そうなの？ホナミはハンドメイドが得意なんだ。編み物とかアクセサリーを作ったりもしてるみたい。へえ、すごいね。確かにそういうの作れるのならいろいろ知ってそう。そうだよね。いいアドバイスくれそうだし、ホナミにちょっと相談してみようかな。でも望月さんにも渡すんだよね。本当はサプライズにできたらよかったけど、それよりもちゃんといいものを渡せるのが大事だから。そっか、ごめんね、いいアイディアが出せなくて。草薙さんが謝ることじゃないよ、気にしないで。それじゃあちょっとメッセージを送ってみるね。急にごめんね。少し相談したいんだけど、今草薙さんと2人でバレンタインに小物を手作りしようって話をしていて、何か初心者でも簡単にできるようなものってないかなと。結構ざっくりした相談だけど大丈夫かな。もう返事来た。それならアロマキャンドルとかどうかな。初めてでも簡単に作れて失敗しにくいよ。アロマキャンドルっ
っていい香りのするろうそくのことだよね。あれって手作りできるんだ。でも確かにそれだったら誰に渡しても使ってもらえそうだし、いいかも。さすがほなみだな。すぐこんないいアイディア出してくれるなんて。他にもどんどんアイディア出してくれてる。他はレジンアクセサリーとかレザークラフト、いろいろあるんだね。でもアロマキャンドルが他と比べても簡単で、それにおしゃれにできるって。志保ももらって困るってことはなさそうだし、私はこれがいいかも。そうだね、私もいいと思う。そしたらほなみに返信しておかなきゃ。ありがとう。最初にあげてもらったアロマキャンドルで考えてみるねと。あれ、またほなみから来てる。多分アロマキャンドルなら教えられると思うから、もしよかったらみんなで一緒に作らない？ほなみが教えてくれるって。でも星野さんはともかく私まで一緒っていいのかな？ほなみから誘ってくれたんだし大丈夫だと思うよ。私からも改めてお願いしておくから。そっか。望月さんか。あんまり喋ったことないからちょっと緊張するけど、でもせっかくの機会だし話して仲良くなりたいかも。わかった、それならお願いしようかな。よかった。それじゃあほなみにそう返事しておくね。何を作ろうって悩んでたけど、いいものを教えてもらえてよかったな。ほなみも教えてくれるって言うし、草薙さんとのキャンドル作り頑張ろう。